戦後ね、日本へ帰ってきてから、国家公務員の試験を受けて、そして、一応合格して、あの子は優しかったから、合格して、郵便局へ入って35年ぐらい勤めたけど、一回としてね、私はシベリア帰りだって言わなかった。シベリア帰りっての、ものすごい不利。もう昇格にしてもね、何にしてもね、仕事にしてもね、シベリア帰りはダメ。赤の教育を受けてるから。そんであの頃ね、戦後はね、レッドパージっていうのがあった。レッドパージって知ってます？知らないね。レッドっつって赤でしょ？パージは追放でしょ？ね。レッドパージっつってね、赤の教育を受けた人は、これはもう採用できない。むしろ追放。で、南方からは終戦と同時に日本へどんどん引き上げてきて、昔の職場へみんな再就職しちゃう。そして、その新しく入った人たち、これをパージ、レッドパージ、みんな首にして、せっかく入った。そして元の仕事ができる、そういう人を再雇用して仕事に就く。そして、新しく入った人はみんな首。だから、もう一切、シベリア帰りなんていう言葉は使わなかった。おっしゃる。で、ただ、国も通信を止めるわけにいかない。これはもう非常に重要な部分ですから。ですから、全員引っ張って、軍隊に召し上げるってことはしませんけれども、やっぱり、とにかくできるからと。だから、特に陸軍場合は引っ張って、通信兵として引っ張ってですね。ですから、私が採用されて、逓信省に入って、夜、泊まりがあるわけですね。4時から次の日の朝の8時まで。で、その間真夜中になるともう通信っていうのは少なくなるんですよ。かなり暇になるんです。我々では、なんていうか、新米はもっぱら次の方に準備であるとか、あるいはまだ送らない電報が結構あるんですよ。そこに日にちを入れていくんですよ。これは何日の日の電報だって。なぜかと次の朝、郵便局が出てきたら、一番最初に、フレーノから送んなきゃなんですからね。で、日にち入れていく。そういう作業を夜中にやるんですよ。そうすると、それとも、手がつきますよね。やっぱり先輩連中で帰ってきた連中。特にね、非常に印象強かったのは、シベリアから抑留されて帰ってきた人がいるんです。うちの7人だったんです。それが夜になると、なんて言いますか、俺あの人信じられて洗脳されたんじゃないかと思うんだけれども、そういうね、理論的な話を。その頃は私なんか、軍校少年でね、軍隊行って来たわけだから、そういうのわからないですよ。ところが、あの人は、共産主義と、今日本に直面している資本主義というのはこういう違いがあるなんて。作詞っていうのはこういうことなんだと。我々、ここで今仕事してるけど、作詞者って言ったよ、と言い方をしてましたね。それもわからないんですよ。作詞って、なんとなく物を取られるって思いがあるんじゃないですか。彼にはそれと違うんだね。労働力であるとか、こういうふうにお前の知識が搾取されてるんだと言われても分からなかったですね。
だけどいろんな時に言うんですよ。それで感化を受けた部分もありましたね。ただ、その頃私は夜間部で別な方向から勉強をし始めたので、一つの見方っていうのは分かってきたですね。こういう見方もあるんだなという思いがしましたね。それなんですよ。だからね、よくぞあの人はね、パージさんなかったと。で、先ほど言ったように私が、低心寮っていう低心症の寮にいたと話しました。で、これはまた大世帯なんですよ。寮生が100人以上いましたね。それで、もちろん私たちような、やがて電力こっちに移る、トンツやってる連中も、10人がいたんですよ。それぞれ別な部屋に。ところが、レッドパーチに引っかかったのは、低心症の郵便の連中だった。やっぱりね、寮でも過激だったですよね。それで、よくわかんないですよ、個人のことはね。ただ、たまたま寮長が、トンツ屋さんで仲良くなんですよ。寮生でも。で、寮長だし、いろいろ話をする機会もあったし。そしたら、誰々さんは共産党員だっていう話聞きましたね。で、その人はレッドパーチにかかった。で、寮からね、2人レッドパーチでクビになった人がいるんですけども、もう一人の人は、分かったんですね。栃木の人で、いやいや、ヤンキーがあって、だからね、あれ目立つなぁと私は思っていたんですよ。寮でも、バンバン物言うしね、ちょっと目立つ人だって、これもやっぱり組合で目立ったんじゃないでしょうかね。この人もレッドパーチ受けて、栃木に帰りましたね。で、我々っていうか、当時電信局って言ってもいい。そこでパージを受けたって人はいませんでしたね。だからまあ全体的に見ると低心症のうち郵便の方の方々が多かったみたいですね。それは何かというと、当時低心症の中でも電話交換してね、電話交換と電報っていうのは別な分野だったから。で、簡単にその補充が効かないですね。だからそういうこともあったのかなって気がしますけどね。絵が手榴弾かなんかでやられた。曲がったらもうつってこれできないから。自分の食い物をここまで提供することなんて、それさえもできなくて、雑草ですね。時は